はい、皆さんこんにちは。マイシアンのゆうきです。前回の動画ではイカサマ師が使うカードのテクニックっていうのは大きく分けて3つに分かれてるって言って、で前の動画ではねシャッフリングカードを混ぜたりしながらイカサマを行う、手口とかね方法についてちょっと話したんですけど、今日は2つ目のディーリングについてまたちょっと実演も交えながら、ちょっとね話していこうというふうに思います。でそのディーリングっていうのはカードを配るっていう意味で、今回メインで話すのはフォールスディーリング。一番上から普通にカードを配ってるように見せて、実際はデックの全然違うところからカードをね配るっていうテクニックで、そのフォールスディーリングっていうテクニック自体も大きく分けるとセカンドディール、ボトムディール、そしてセンターディールというねこの3つに分かれてて、まず1つ目のセカンドディールっていうテクニック自体どういうものかっていうと、文字通り一番上からカードを配ってるように見せて、実際は2枚目からねカードを配るっていうテクニックで、このテクニック自体も大きく分けると2つのタイプに分かれてて、1つ目はストライクセカンドディール、トップのカードを斜めにずらして、そのずれたところから2枚目のカードを抜き取るっていうもので、この方法の特徴としては速い。なんでカードをこんな感じでリズミカルに投げて配る時とかは、このストライクセカンドディールがね使われることが多いです。でもう一つのタイプがダブルプッシュオフセカンドディール。トップのカード2枚をデックを持ってる方の手の親指で一緒に右にずらして、そのずれた2枚のカードの下のカードをこんな感じでね右手の指先で抜き取るっていうもので、この方法の特徴としては2枚目のカードがさっきのストライクセカンドディールと違ってデックから離れて、カードをね動かせる範囲っていうのが自由なんで、カードをこんな感じでね表向きに配りやすい。なんで最初のストライクセカンドディールとこのダブルプッシュオフセカンドディールっていうテクニック自体ねどっちがいいとかどっちが優れてるっていうのは基本的にはなくて、リズミカルにテンポよくカードを配りたい時とかは最初のストライクセカンドディールを使って、カードを表向きに配ったりとかじっくりねカードを配ってるように見せたい時とかっていうのは、2つ目のねダブルプッシュオフセカンドディールを使うっていう風にしてそのまま状況に合わせてメカニックをねこの2つのタイプを使い分けます。ただこのセカンドディールっていうテクニック自体単体で使えても、そもそも一番上のカードが何なのかっていうのが分からなかったら意味ないですよね。なんでこのテクニック自体ピークって呼ばれるテクニックと一緒に使われることが多いんですね。そのピークっていうテクニック自体どういうものかっていうと、カードをこっそり覗き見るっていうテクニックで、このテクニック自体マジシャンもよく使うしいろんなね方法があるんですけど、その中でもよくイカサマ師に使われるタイプのピークがバブルピーク。どういうテクニックかっていうと、こんな感じでデックを持ってる手の親指でトップのカードをこんな感じでずらして、トップのカードのねインデックスをこっそり見たりとか、他にもボトムのカードをデックを揃える動作の中でこんな感じでカードを曲げて、そのボトムのカードをこっそりね見たりするっていうテクニックで、セカンドディールはこのピークというテクニックと組み合わさって、基本的にね初めてその力を発揮します。このセカンドディールとピークの組み合わせっていうのはよくドローポーカーっていうカードゲームに使われることが多くて、ドローポーカーっていうゲーム自体簡単に説明すると、まず各プレイヤーに5枚ずつカードを配って、順番に各プレイヤーが自分の好きな、枚数のカードですね、自分の手札の中から好きな、枚数のカードを新しいカードと交換したり、最終的に出来上がった手札で他の、ね、プレイヤーと勝敗を競うというゲームなんですけど、自分がディーラー役の時にカードを交換する場面になったら、こんな感じで自分の手札を見るふりをしながら、デックの、ね、トップのカードをさっきのバブルピークを使ってそのトップのカードをね見て、もしそのトップの見たカードが自分にとって都合のいいカードだったら、そのカードが自分のところに来るまで、セカンドディールし続けて、他のプレイヤーにはねそのカードを配らずにずっと違うカードを配って、それをずっと繰り返して自分が最終的に勝つ確率っていうのを上げていくんですね。今言ったセカンドディールとピークを組み合わせて使うっていうのはねほんの一部で、他にもピークの代わりにマークドデックっていう後ろから見て表面の数字とかマークが分かるっていう特殊なカードと、セカンドディールをね組み合わせて使ったりとかで、そのマークドデックっていう特殊なカードに関してはまたね違う動画で話そうと思うんですけど、その他にもセカンドディールっていうテクニック自体はねすごいねいろんな応用が効きます。ただこのテクニック自体そこまで難しくもないし、他のフォールスディールに比べたらね比較的使いやすいんですけど、その分弱点もあってっていうのが、このテクニック単体でコントロールできるカードっていうのはどうしてもねトップ1枚だけなんで、どうしてもこのテクニック単体ではその場しのぎというか、その自分のね勝つちょっと確率を上げるぐらいが限界になってきます。なんで多くのカードメカニックっていうのはよりゲームを支配できるようになるために、次に紹介するボトムディールというテクニックをマスターします。どういうテクニックかっていうと、これも文字通りなんですけど、ただデックのボトムですね、一番上から配っているように見せて実際は一番下から配るっていうテクニックで、これにもねいろんな種類があるんですけど、一つはフェイスダウンディール。まず前に紹介したシャッフリングのテクニックを使ってボトムに特定のカードとかを集めて、普通にね裏向きで好きな場所に好きなタイミングで、そのボトムのカードを配るっていうもので、このタイプは主にドローポーカーとかね、そういった普通にカードを裏向きで配るシチュエーションで使われます。もう一つのタイプがフェイスアップディール。スタッドポーカーとかテキサスホールでもカードを表向きにテーブルの上に配る必要がある時っていうのは、こんな感じでねボトムから抜くと同時にそのカードを表返すこのフェイスアップディールをね使います。
でこのテクニックを使うとさっきのセカンドディールとは違って、デックのボトムのカード、ゲームにあんまり直接関係ないデックの一番下のカードを、自分の、ね、好きなプレイヤーとか好きな場所に好きなタイミングでね配れるんで、カードを配る順番とかそのプレイヤーの数に関係なくねより多くのカードをコントロールすることができます。ただこのテクニック自体すごい有能なんですけど、その分セカンドディールに比べると難易度がね一気に上がります。どうしてもトップのカードと実際にカードを抜き取るボトムのカードの距離っていうのがねこんな感じでセカンドディールに比べると厚いんで、トップのカードをね実際に取ってるように錯覚させるのがすごいね難しくなってくるし、でかつどれだけ上手い人がやってもどうしてもこのボトムのカードを抜き取る瞬間っていうのはこの横の3本の指がこんな感じで開かないといけないんで、自然にね見せるのはすごいね難しいです。ただどんなテクニックもそうなんですけど、もちろんやる人が上手かったらその各ねテクニックにはそういった弱点があるんですけど、そういうのもねもちろんそういう上手い人っていうのはカバーしてるんで、素人がね見分けるのはすごいね難しくなってきます。なんで場所によってはそういったイカサマ防止のために、こんな感じのねカットカードっていうものを使います。これ自体もどういうものかっていうと、ディーラーがカードを混ぜたら横の人に普通にカットさせるんじゃなくて、デックの適当なところに、このカットカードを刺して、でそこでねこんな感じでデックをカットするっていうもので、こうすると前の動画で紹介したパスっていう技術をね使うのが難しくなってくるんで、いくらトップとかボトムに強いカードを集めたりとかねトップに自分の都合のいいようにスタッキングしててもこれを使ったらねもう全部が無意味になります。じゃあこのカットカードさえやればもうイカサマ使えないやんって思った時に出てくるのがセンターディールで、このテクニックもどういうものかっていうと、文字通りなんですけど、その直接デックの真ん中から、その特定のカードをね抜いてくるっていうもので、これを使うとさっき言ったカットカードを無効にすることができるんですね。どういうことかっていうと、このテクニックを使うとこんな感じでボトムに特定のカードさえコントロールしとけば、カットカードでねデックを本当にカットされてもそのカットしたところの場所さえね把握しとけば、こんな感じでそのカードを直接真ん中から配れるんで、このテクニックを使うとそのカットカードを使う場面でも、好きなタイミングでね好きなところにその特定のカードを配ることができます。このテクニック自体はめちゃくちゃ難しいんで、実際のカードゲームの中で使う人っていうのはなかなかいないと思うんですけど、こういったねテクニックも実際に存在するっていうことだけでも頭のね片隅に置いといてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。という感じですごいざっくりなんですけど、今日はカードメカニック、そういったねカードのイカサマ師が使う、ディーリングっていうねテクニックの部分について話しました。今日の動画に関してももし感想とかコメントがあればぜひね下のコメント欄に書いてください。それではおやすみなさい。